ククレザミ、今回はいよいよ我が家のルームツアーをしていきたいと思います。フランス・パリ郊外にある小さいながらも歴史ある村で、築140年の一軒家に賃貸で住んでいます。インテリアなど参考にできるものはないと思いますが、フランスの田舎の古民家なので地下室や屋根裏部屋があったり面白い間取りをしていると思うので、楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。C'est parti, on y va! こちらが我が家の外壁です。では中に入っていきます。築140年なんで本物の石を使って作られてます。ククー。こちらが玄関から入ってすぐの眺めです。で、こっちに玄関の鍵とか消毒とか、あとはサングラス、あとこれがお香、粉のお香ですね。で、これが気を良くするために政治の束を置いてて、でちょっと家の中の気が悪いなと思ったらこれに火をつけてこう家中煙を舞ったりしてます。で偽物の観葉植物で、これがボタニカルの消臭スプレーで、ここに折りたたみ傘があったりとか、この中にシェイナの靴下があったりとかで、こっちに子供たち3人のヘルメット、トルチネットをするのでヘルメットを常備してて、ここにはピクニックのバスケットがあります。でありがとうジョン。で、どうしてここが中途半端に空いてるかっていうと、もう買って2週間ぐらいで子供たちがこの中に入って遊んで、この閉めるファスナーを全部壊してしまったので、私がこのボタンを縫い付けて補正してる状態です。で、こっちに行く？先に。で、こっちがオフィスで、ここで編集作業とかジョンが仕事したりとかしてます。で、これがマッサージチェアにもなってます。で、これが私たちが付き合い始めた時に、私が働いてた美容院の社員旅行でグアムに行ったんですけど、その時にこれを買ってきてずっと大事に持ってます。なんかおまじないのお人形らしいです。かわいいね。で、このお花がこの前ジョナさんのお友達が久しぶりに遊びに来て私に持ってきてくれました。で、この3人の写真、子供たち3人の写真と、これはジョンが、バレンタインの時にくれたお花、まだ咲いてます。で、まだつぼみの分もあるからもうちょっと咲くかなと思います。で、ここがシュミネなんですけど、昔はこのシュミネ暖炉を使ってたらしいんですけど、今はもう上が閉まって使えないようになってます。で、こちらのソファーなんですけど、もううちの3人の子供たちと1匹バニーちゃんがもう噛んだり飲み物をこぼしたり、もういろいろボロボロになってるんですけどちょっと待って、本当に恥ずかしいからやめて、そこまで見せるのね。もうこんなボロボロになってるんですけど、なぜ買い替えないかっていうと、来年新築で買ったアパートが出来上がるので、それまで我慢しようと、新しいものを買うのはっていう感じで、もう今我慢して使ってます。で、こっちにそのバニーちゃんがいます。で、これがバニーの餌とかトイレとかお掃除セットがこの中に入ってます。で、こちら側を向くとこっちにテレビがあります。
でこの下に収納、お薬とか私のネイルとか、あとはストックもの、文房具のストックとかをこの中にしまってます。でなぜここに扇風機があるかというと、この家はバルコニーがないので家の中で洗濯物を干さなくちゃいけないんですけど、この家の中で早く乾くように年がら年中洗濯物を干したら、この扇風機を回して一晩で乾くようにしてます。でここが DVD とか大切な書類とか、あとジョンと私の本とかを収納してる本棚で、これが、洗濯部屋、洗濯機を置く部屋になってます。でこっちにちょっと折りたためるバケツとかを置いてたり、こっちにはほうきとか足踏み台とかを置いてて、でこっちには洗濯物の、これがビオの洗濯の実、石鹸の実か、これ石鹸の実なんですけど、これをちっちゃい袋に4個か3個か4個ぐらい入れて、でこれと一緒に洗濯機にかけると綺麗に洗えるっていう洗濯の効果があるので、最近は使ってないけど、シェイナがジンマシンがよく出てた時はシェイナの服をこれで洗ってました。でこれがカルゴンって言って、なんて言うんだろう、洗濯機の中を常にきれいにしてくれるキューブと、でこれがオキシクリーンと、これが洗濯キューブで、これが色移りを防ぐシートなんですけど、これを1枚入れてると色物と白いお服を一緒に間違えて洗ってしまっても色移りがしないっていうシートです。でこっちには掃除系のもの、クエン酸とか、あとは重曹とか、すごいね子供たち、でこれがホワイトビネガーとか、あとはオキシクリーンのストックと窓を拭くスプレーと、これなんだっけ、なんか忘れた。で上はこの上の部屋が全部無毛カーペットなんですけど、カーペットを掃除するやつをここに置いてます。でこれがはたき、なんていうんだ、これの替えがここにあって、あとは柔軟剤とか部分洗いするスプレーとかもここに置いてます。で洗濯機はうち我が家持ってたんですけど、ここに備え付けでもう置いてあったので、うちの洗濯機はとりあえず片付けて備え付けの洗濯機を使ってます。でこちらがキッチンになります。このキッチンは結構ビデオでもよく登場してるのでおなじみだと思います。でうちの冷蔵庫が冷蔵庫冷凍庫合わせて計3つあって、ここが冷蔵庫、もう備え付けの、このキッチン備え付けの冷蔵庫がここにあって、で上が冷凍庫になってます。でこっちに行くと、ここに冷蔵庫、うちが持ってきた冷蔵庫と下が冷凍庫になってるものと、あとここが冷凍庫のみのがあります。でこっちに行くとオーブンがあって、ここは全部下が収納、上も収納になってます。ここら辺に食器とかがあったりして、下は食材を入れてたりします。でここがマシン系なんですけど、コーヒーメーカーと、お湯沸かすポットと、これがフードプロセッサーとミキサーと、これがフードプロセッサーのいろいろ器具と、これがパン焼くやつ、トースターでマイクロウェーブと、こっちにはオイル系をここに置いてます。で調味料系はこの下に収納してます。でうちのコンロがプロパンガスで、ここにガスボンベがあって、まあ3ヶ月に1回ぐらい変えなくちゃいけない感じです。こっちに行くと、こっちが流しで、ここにハーブなどを育ててるんですけど、で随時食べる時にちょっとむしって
むしってなんか積んで食べるんですけど、この子たちは結構強いので、お水をあげるだけで生きてくれてます。でこっちに行くと、子供たちがいつでも飲めるようにこの大きいボトルを買ってて、ここにお水を置いてます。で今ちょっとフルーツがもう少なくなってるんですけど、普段はここにいっぱいフルーツが入ってます。で下は玉ねぎとかニンニクとかがあります。でここがゴミ箱と、これが燃えないゴミと、ここに普通は瓶のゴミを置いてます。でここに吹き抜けの庭っていうか、なんかお外につながってるところがあるんですけど、全然使ってないですね。でキッチンの隣にここに扉があるんですけど、この扉の中に入っていきます。こちらの扉には階段があって地下室があります。この下を開けるとこういう感じに階段になってます。では降りていきましょう。ちょっとね、一回落ちたことがあるから怖いんですけど、よいしょ。電気をつけます。こういう感じに下はなってます。部屋として使える感じにはなってないので、本当に壁が石でむき出しになってて、ちょっと見た目はそんなに綺麗ではありません。でこっちの方には自転車が置けるようなこういう台とかもついてるんですけど、今はトルチネットがかかってます。で旅行カバン、この3つが旅行カバンと、この草刈り機は前の家にすごく大きい庭があったんですけど、それの草刈り機をまだ持ってて、次のアパートも庭がある予定なのでちょっとキープしてます。でこれがさっき言ったうちが持ってた洗濯機になります。でも多分もうこの部屋に置いてるから中もカビだらけなんじゃないかなっていう感じなので、多分ここを出る時にこれも捨てます。でこっちに行くと食材とかいろんなストックのものになります。コストコに行った後はここは結構パンパンになってて物が増えます。でこっちに行くとちょっと見えにくいんですけど暗くて、昔の人が多分使ってたんだろうワインセーラーみたいなワインを置くような棚もあるんですけど、うちはちょっと使ってません。ちょっと怖いので。でこっちの方はなんかいろいろジョナサンのガラクタっていうかなんかいろいろで、これは買い物をする時のキャリーと、これがストックのガスボンベっていう感じで、ここの地下室はこういう感じでできてます。食料品の物置として使ってますっていう感じで、ここからまた上に上がっていきます。はい、という感じで1階のルームツアーはこれでおしまいです。でこの家の難点は1階があまり光が入らなくて、外が曇ってると結構暗いのが難点です。で2階になると結構太陽も入ってきて明るいんですけど、1階は結構常に暗いことが多いです。とここで長くなってしまったので、次回のルームツアー後編で2階の紹介をしたいと思います。動画最後まで見ていただきありがとうございます。後編もお楽しみに。チャオチャオ。